も初右衛門です。今回はシャツの着丈詰めをやっていきましょう。今回も概要の青字の数字から各パートにスキップできるようにしてあります。ご都合に合わせてご利用ください。さて、シャツの着丈詰めですが、工程自体はとてもシンプルです。しかし、一見単純そうに見えて、ポイントをしっかり理解しておかないと大きく失敗してしまう作業でもあります。今回はそんなシャツの着丈詰めを解説したいと思います。それでは早速始めていきましょう。さて、シャツの着丈を詰める上で最も気をつけないといけない部分ですが、それは脇の詰め寸です。シャツの着丈を詰める場合、詰め寸の指示の仕方としては、裾から何センチ詰め、もしくは、背中心で何センチ仕上がりという指示になるかと思います。例えば、着丈、裾から4センチ詰めという指示が来たとしましょう。この時、素直に裾全体を4センチ丈詰めをすると、脇が詰めすぎになってしまう可能性があります。なぜ、詰めすぎになるのかというと、シャツの着丈を詰める場合、丈の長さは前身頃の丈で見る場合がほとんどでしょう。前身頃を折って何センチ詰めるという指示になると思います。しかしこの時、実は脇は詰めなくてもいい長さの場合があります。特に、スーツの下に着るようなシャツであれば、普通は、裾はパンツに入れないといけません。前だけ見て出した寸法では、脇がパンツに入らない長さに仕上がってしまう可能性があるのです。こういう危険性があるので、シャツの着丈を詰める場合は、自分でフィッティングする場合は、前身、脇、後ろ身で個別に寸法を取る。販売員さんからお持ち込みの場合は、脇の寸法も確認する。脇の寸法がわからない場合は、念のため、脇の詰め寸を減らす。という対応をしなければなりません。私は、脇の詰め寸がわからない場合は念のため、詰め寸の8掛けの寸法を詰めています。脇の寸法を減らすと、裾のカーブが現状よりも緩やかになってしまうことも了承してもらいましょう。もちろん、確認した上で、脇も同寸詰めて問題がなければ、全体を同じ詰め寸で詰めても構いません。詰める寸法が決まったところで、次は実際の作業に入っていきましょう。最初に、両脇の元の長さが左右で合っているか確認します。この時点で左右の長さがずれている場合は、詰める寸法を調整して同じ長さになるように仕上げましょう。前中心と後ろ中心を起点に半分に折ります。この時、前縦は上前が下前より短くならないように気をつけましょう。ボタンを留めた時に下が出っ張ってしまいます。元の脇の長さが合っていれば、脇はぴったり揃えます。前と後ろは4センチ。脇は4センチの8割で3センチを詰めます。普段は普通のチャコで印をつけていますが、映像だと見にくいので、今回は水で消えるペンで印をつけていきます。前中心と後ろ中心から直角に直線を引き、元のカーブに近い曲線で脇とつなげます。縫い代をつけて、重ねて切っていきます。左右対称で切れました。三つ折りステッチで仕上げますが、脇のカーブの部分は生地がバイアスになるので非常に縫いづらいです。縫いやすく綺麗に仕上げるために先にアイロンで縫い代を折ります。今回は5ミリ幅の三つ折りなので、5ミリで折ってアイロンで押さえます。
これは折り返した時の端のラインになりますね。仕上がりの位置、端から1センチのところで折っても構いません。やりやすい方で折ってください。この折り目を基準に縫っていきましょう。縫う前に針を交換しましょう。今回は9番のニット針で縫います。シャツの生地は生地の目が詰まっているものが多く、DB の11号くらいの普通地用ミシン針で縫うと生地の繊維が切れてしまう可能性があります。ニット針であれば針先が自然に尖っているので繊維の隙間を通して縫製してくれます。ちなみに私は普通の DB の針ではなく KN11 番のニット針をミシンに常設しています。失敗して縫い直す時もあまり針跡が残りません。生地の種類に合わせて他の針と使い分けています。ストレッチ生地を縫う時のように PP バンドを細く裂いたものを挟んで縫っていきます。この PP バンドはバイアス部分の伸び止めの意味もありますが、今から縫おうとするところを押さえて固定することができるので格段に縫いやすくなります。アイロンをかけて仕上がりですが、元のステッチ幅よりも太く仕上がっている気がします。実はかなりストレッチの効いた柔らかい生地なので縫う時に少し膨らんだのかもしれません。やり直しましょう。糸を引っ張って切っていきます。やり直す場合はこのほどき方が一番安全で早いと思います。針跡はこんな感じです。繊維は無事なので針跡は消せると思います。アイロンだけで消えるかもしれません。もう少しですね。こういう場合は裏から爪で書いて、アイロンをかけると繊維の流れが元に戻って針穴が塞がります。完全に消えましたね。同じように消していきましょう。普
通の針であれば繊維を切ってしまい、ここまで消えなかったかもしれません。ニット針は本当に跡が残りにくいです。ただ、やはり細い分、折れやすい気がします。急ぎがメインのお店の普段使いには向かないかもしれませんね。素材、作業内容に合わせて使い分けましょう。改めて縫い直します。ザンプを使ってきっちり幅を合わせます。縫い幅が細くて磁石が邪魔になるので、針板の目盛りで合わせます。職業用ミシンの針板ですが、工業用でも使えます。非常に便利ですよ。TP バンドもさっきより細いものを使いましょう。ぴったりです。アイロンをかけて完成です。ステッチ幅は元の通りに。左右のカーブも対称です。針跡は完全に消えましたね。まあ、針跡の上にステッチが乗っているだけかもしれませんが、ひとまずこれで完成です。冒頭でも言いましたが、作業自体は単純ですが、知識がないとうまく仕上がらないのがシャツの着丈詰めです。服のお直しとは、切って縫えばいいというような簡単なものではありません。とは言っても、結局はどこまでを求めるかにもよったりはするのですが。ということで、今回はシャツの着丈詰めの解説でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ちょえもんでした。